この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。というわけで日本橋にやってきた。何がというわけなのかってのはともかく、昼に初めて訪れたここ日本橋は俺が想像していたよりもずっと近代的だった。路面電車が走っているのはこの時代っぽいけど、サラリーマンが歩いてるのは現代と変わらないな。大正という戦前、戦前というとどうしても前時代的に捉えがちだったが、スーツで歩く大人たちは現代で見られる光景とほぼ一緒。男性は特に帽子をかぶっている率も高く、いかにもモダンな紳士といった風貌だった。それで所長、これから何をするか覚えてますよね？分かっているとも。200円もといマリモなるものを探すんだったな。分かっていると思って、さっきのあなたを思い出してくださいよ。俺はつい1時間ほど前の出来事を振り返る。いいですか？つまりですね、こういう形状の藻を丸めたような物体がマリモなわけです。緑の色鉛筆で適当にスケッチしたマリモを見せて、俺は所長を糾弾する。やすやすと引き受けたにもかかわらず、めどがないどころか、その存在さえも知らぬとのたまった彼女。下手な絵だな。未来でも絵心までは強制できんか。そんなことはどうでもいいんです。っていうか、こうやってぐるぐる書き殴る以外に書きようもないし。司の説明を聞く限りではただの緑藻の集合体にしか思えんが。モルイには間違いないですね。ただ、俺もそこまでマリモに関して詳しい知識は持ち合わせていないというか、率直に言うと、今すぐブラウザを立ち上げて検索エンジンにマリモと打ち込みたいところだが、そうは時代が許さない。しかも事務所にあった辞書にもマリモの記載はなく、おそらく、白出城が白出城かが言っていたように、この時代でいうところの最近見つかったものなのだろう。最近発見されたとなると余計に入手は難しい気もするが、とはいえこれは200円。俺の価値観で言うと100万円以上の報酬金がかかった依頼。そのくらいの難易度でもおかしくはないか。ともかくもう集めて丸めて渡せば依頼完了というわけだな。着々だな。いや、全然ダメです。そんなの詐欺だし。しかし難しい。マリモを知らない人にマリモをよく知らない俺がマリモについて説明するのは雲をつかむような話だった。自然に球体を形成するのがまさに希少なゆえんなんです。そうやって組織を保つからこそ、マリモは、モルイとして異例の長寿を誇っています。それこそ100年かけて成長すると言われるくらいに。俺はかつて理科の授業で聞きかじった知識を必死に思い出していた。何にせよ天然記念物にもなるくらいの価値には間違いないので、その辺に落ちているようなものではないかと。天然記念物？なんだか
最近新聞でそんな単語を見かけた気もするが。国で保護されるくらいの珍品ということですね。マリモの場合は植物ですが、所長の言い分からするに、この時代のマリモはまだ天然記念物ではないらしい。それなら一応、採取は可能ということになるけど。ならばどこにあるというのだ、そのマリモは。北海道阿寒湖とかですかね。有名なのは北海道。あっとった。問題はその場所である。つまりまっとうに取りに行くのは極めて大変だという大変だと伝えたつもりだったのだが。よし、なら行くか。すげえやつだな。阿寒湖に？そこにあるんだろ。言うが早いか、さっと立ち上がってカバンを用意している所長。宴会が早すぎてついていけない。待ってください、所長。どういう交通ルートかわかりませんが、阿寒湖って言ったら阿寒湖ですよ。もう本当にもう主人公も学習能力がないな。いいな、学習能力ないな、この二人。なんかすごいな。お前はタイムスリップした人間だというのに、この問答を何回繰り返すんだ。価値観が合わない。もちろん地名も変わっているっていうのは。なんだお前は本当に。二人で電車、向こうの宿代を考えても15円くらいか。報酬金を考えれば問題ない。お金ではなく時間です。この時代どういう経路で行けるのか分かりませんが、行って3日で行ってきてっていうのは難しいんじゃないですか？それは確かに。それに実際湖まで行っても取れるかどうか確証はありません。何せ珍しいものなので。ならばどうするか。誰か持っている人がいればそれを譲ってもらうのが早いんじゃないですかね。いなければ現地に向かうしかないですけど。それにしても所長の行動力には驚かされる。飛行機があったとしても明日北海道へ行くなんて決断はしかねるのに、この人の場合は何も躊躇がない。では探偵らしく聞き込み調査といこう。何か手がかりが見つかるかもしれんしな。というわけでここ日本橋までやってきたわけである。ちなみに事務所からは割と近い。ちなみに聞き込み調査ってどうするんです？確かに探偵らしくはありますが。どうするも何もマリモについて聞き込むだけだ。助手としての第一歩だ。やってみろ。自分おい、成り行きとはいえ探偵の卵にされてしまった風見司くん。これが大正時代の一般的な生活なのだろうか。いや、断じて違うと分かってるけど。所長、まずはお手本を。やれやれ、仕方がないな。技術は見て盗めという。名探偵の死をよく見ておくがいい。名探偵とか死だとかいうのはおそらく所長のことなのだろう。彼女はいつものように自信たっぷりな様子で街行く人へ声をかけ出した。失礼、そこの御仁。この辺りでマリモを見なかったか？コミュニケーション能力終わっとるな。はあ、マリモ？何？っていうか、あんた誰？そこの貴婦人、マリモなる植物をご存知でないか？あら、日本語がお達者なのね。背も高いし、まあ、いやね。
失礼、そこの学生諸君。案の定と言うべきかなんというか、所長の聞き込みはまるで相手にされてなかった。明らかに浮いた服装とその男性顔負けの高身長。おまけに見目麗しい外国人となれば異端も異端というもので。そこのカラスたち、マリモの情報を教えてくれ。ボケ、たまにボケるなこの人。所長。なんだワトソン。つかさです。さっきからあまり成果が芳しくないような。聞き込みというのは地味なものだ。探偵とはいえ、こういった地道な調査を怠ってはならん。それは正論かもなんですけど、なんというか、みんな所長に気をされてるような気がしまして。2020年でも駅でいきなり外国人に話しかけられるとびっくりするものだ。それを考えると、この時代ならああしてキーの目で見られるのも仕方がない気はする。所長に悪気はないと思うんですけど、もうちょっと下手に出てみたらどうですか？心を開いてくれるかも。そういうものか。俺の言うことを多分分かってくれた所長。ついで、道行く人に声をかける。すみません。この辺りでマリモっていう植物を見かけませんでしたか？なんてやつだ。なんてやつだ。ああ、協力してあげたいけど、知らないかな。ごめんください。そこの殿方、マリモなるものをご存知ではありませんか？男ってやつはよ。ああ、聞いたことがあるような、ないような。やれやれ、全くはかどらんな。今の誰です？やれと言ったのは俺だが、あそこまでやるとは思わなかった。この所長、実は結構女優というやつなのか？探偵として外面くらいは予想を得ねばな。とはいえ、おもねるホームズなどホームズではない。話は聞いてもらいましたけど、やっぱりマリモを知っている人はいませんね。仕方ない。ならばもう少し町の方へ行ってみるか。俺たちは聞き込み調査を続けるべく次の目的地へ向かった。ここは銀座ですね。その言い草からするに、司の知る銀座もここと変わらないというところか。結構近いですね。正直ちょっと意外でした。デパートがあって人通りが多くて都会的な雰囲気。俺の思い浮かべる銀座とさして変わらないそのイメージにほのかな感動さえ覚える。100年という時を経てなおこの時代の鮮やかさを反映し続けているのだから。でもいえ、なんでもありません。俺の頭によぎった懸念。それは今が1920年であるということだった。あまり深く聞かない方が良さそうか。そうですね。すみません。1923年。ここ、帝都、東京は関東大震災という未曾有の大災害に見舞われる。そういう知識はあるんか。知識偏っとるな。そういう知識はあるのか。東京というか関東大震災という歴史は知っとるけど、その1923年までビタッと当てれるような知識はあるのに、
相変わらずそのお金の価値観とかそういうのは疎いんだな。なんだこれ、主人公どういう人間なんだろう。それは俺がいようといまいとすでに決定づけられた避けられない運命だった。関東大震災では東京のほとんどが壊滅したらしいし、ここも今のままってわけにはいかないんだろうな。なんなら、震災だけではなく大空襲なんかもある。東京に訪れる定めは決して華々しいものばかりではない。でもそれら苦難を乗り越えて俺の知る銀座なんかがあると思うと、やはり考えを抱かずにはいられないのだった。よし、次はお前の番だ司。マリモについて聞き込み調査をせよ。難しいな。私にあれだけ偉そうな助言をしておいて、自分はやらぬと抜かす気か？ごめんなさい。っていうか、近いです、所長。所長が近づくと、ふわっといい香りがする。じゃなくて、昨日、キャミソール姿で隣で寝とったくせに、そういうのには反応するんか。ますますお前がわからねえぜ。聞き込み調査か。どうしよう。正直、誰彼かは構わずじゃ進展しなさそうである。近年発見されたばかりのごくマイナーな植物。その存在を知るとなると、ある程度の知識人。となれば、それなりに身なりのいい人に声をかけるのが吉か？すいません。勇気を振り絞った。はい。あら。マリモについて一言、あれ？振り返ったのはとても見覚えのある、なんやこれ。まあいいや。とても見覚えのある人だった。あなたは探偵事務所の風見様ですね。どうされたのでしょうか？なんやっけ。名前忘れた。まあいいや。ごめんなさい。間違えました。トウコで構いませんわ。それよりマリモについてとは？しまったな。よりにもよって当のお嬢様本人に声をかけてしまうとは。これは白井でしょう。とんだ偶然ですね。白井で。先ほどぶりですわね、探偵さん。私この辺りにはよく遊びに来ますの。暇つぶしにですけれど。さすがお嬢様。この辺りの価値観も現代と変わらなくてなんだかほっこりする。調査の方はどうですの？何でも秘蔵のルートが終わりだとか。期待に満ちた目でこちらを見つめる瞳子さん。我に返った所長もどこか気まずそうだ。所長、今の状況話してもいいですか？そうだな。やむを得ない。マジか。マジか。そんだけなんか向こう水で突っ込む割に意外とあっさりしとるんやな、そこら辺に関しては。まあ結局虚勢を張ってもしゃあないからな。そうして俺たちはまるで進展がないことを白状するのだった。